今回ナチュラルメイクということだったんですけど、あまりアイシャドウの色を塗らない分ラメ感とかで目力を出していきたいなと思ったので、光沢のあるギラギラしたベースを使いました。こんにちは、レイニャッチことレイラです。普段は文化服装学院に通いながらフリーでモデルやちょいちょいテレビ番組などにも出演させていただいています。今日はデイリー使いできるナチュラルメイクをしました。皆さんの参考になればと思います。それではどうぞ。カラーコンタクトは韓国のクイーンレンズという通販サイトのカラコンを使っていて、今回はグレーのカラコンを使用しました。このカラコンは縁がギザギザですごいナチュラルに盛れるんですけど、ちゃんとグレーっていう感じに分かってハーフな感じに盛れるので使用しました。ベースはセザンヌのベースを使っていて、このベースは前使っていたプリマヴィスタとそんなに違いがないよっていうのをネットの口コミで見たので買ってみたんですけど、確かになんか本当に違いがなくて崩れにくい下地なので使用しました。使い方としては少量で本当に伸びが良くてサラッとしているので、カバーしたいかなっていう人は薄く重ね塗りするのがいいかなと思います。ファンデーションはレブロンのファンデーションを使っていて、このファンデーションは本当に少量でカバーしたいところが隠れるし、本当にテカりにくいし崩れにくいし、本当に神なファンデーションな感じするのでずっと最近使っています。手の甲とかにファンデーションちょっと出して、それをほっぺとか T ゾーンとか顎先とかに乗せてから、このすごい最近インスタとかでもよく見るようなこの歯ブラシみたいなこのブラシで毛穴に入れ込むように叩きながらもこう伸ばしていく塗り方をしてるんですけど、このブラシが本当にすごい綺麗にムラなくファンデーションが伸びるし、しかも毛穴の奥までちゃんと入ってくれるので密着力もあって、なおさらファンデーションとかが崩れにくいかなと思ってるので、これはおすすめです。パウダーもファンデーションと同じでレブロンのを使っているんですけど、割とベースは同じブランドで揃えた方がいいのかなっていう風に自分は思っているので、同じく崩れにくいっていうのが書いてあったパウダーを使っているんですけど、やっぱりファンデーションとの相性もいいので崩れにくいのでおすすめです。シェーディングなんですけど、前使っていたシェーディングがなくなって代用として100均のオレンジ色のチークを使っているんですけど、割とうちシェーディングはがっつり入れたいタイプでほっぺまで入れるんですけど、オレンジなのですごい意外と馴染みやすいし、そんなに普通のブラウンのシェーディングとも変わんないくらいの使い方ができるので今代用で使ってます。シェーディングの入れ方なんですけども、わりかしそんなにこだわりはなくて、削りたいところをがっつりこう筆で削る感じで、でもなんか頬骨とかにこう斜めに全体的にエラーも頬骨も斜めに入れる感じで入れるとよりシャープに見えるかなと思うので、そういう入れ方をしています。ハイライトなんですけど、アナスイのを使っていて、これ本当に1年以上使ってるんですけど全然減らないしコスパもいいし、がっつり白っていう分かりやすいのじゃなくてラベンダーとか青とか肌に馴染みやすい色が混ざっているパレットなので、すごい綺麗に自然に鼻が高くなったりするのでおすすめです。塗り方としては目の下とか、あと T ゾーンと顎先と、最近は目の横の C ラインっていうところにもちょっと入れることで目元が華やかに見えるので、そういう塗り方をしています。ノーズシャドウはセザンヌのを使っているんですけど、本当はこれシェーディング用だったんですけど、もう粉々になってしまっているので、逆にもう小さい筆でノーズシャドウとして代用しています。塗り方は本当に多分皆さんと変わんないと思うんですけど、眉頭のとこから鼻先までこう一直線に細い筆で往復して塗る感じで、濃すぎたかなと思ったらちょっと後に指とかブラシでなじませてあげて、つきすぎた粉を落とすようにしています。アイシャドウのベースはドーリーウィンクのゴールドのラメを使用しているんですけど、これも本当にすごい少量ですごいギラギラに輝くし、今回ナチュラルメイクということだったんですけど、あまりアイシャドウの色を塗らない分こうラメ感とかで目力を出していきたいなと思ったので、光沢のあるギラギラしたベースを使いました。塗り方は指先にほんと少量取ってまぶたのアイホール全体に伸ばす感じで塗りました。アイシャドウはリンメルのブラウン系のアイシャドウを上のまぶたに使用していて、まず薄い色をさっきのラメのベースを塗った部分に太めの筆でこうまぶた全体に塗っていってから、次にちょっとだけ濃いブラウンをさっきの塗ったところよりもちょっと狭い範囲にまた太めの筆で塗ってあげてから、細めの筆で濃いブラウンをアイラインを引くガイドラインみたいな感じで細めに二重幅くらい細い筆でのせました。
次に下まぶたなんですけど、ジル・スチュアートのアイシャドウの一番濃いブラウンをこの目尻の三角ゾーンにだけ塗っていて、ちょっと筆に残った薄いブラウンで涙袋の線まで若干薄く描くようにしてブラウンのシャドウを使用しました。そして目頭のところから涙袋はジル・スチュアートのシルバー系のラメで、多分ベース用とかに使う色だと思うんですけど、それを涙袋のところに塗りました。これは本当にちょっとでラメがすごいんですけど、そんなに主張しなくてナチュラルなラメ感なので涙袋とかにはおすすめです。次にアイライナーなんですけど、最初にネイビーのペンシルのアイライナーを使っていて、目尻とか結構うちアイラインがよれて消えちゃうことが多いので、後からリキッドを引くんですけど、それの下準備みたいな感じで目尻を描いてから、あと普通にまぶたの際にもちょっと引く感じで使用しました。次にリキッドアイライナーなんですけど、目頭から目尻までこう一直線に綺麗に引く感じで、さっきのペンシルの線をなぞる感じで引いています。目尻なんですけど、あまり長く引かないで、上げすぎず垂れすぎず自然に横に伸ばす感じで使用するのがナチュラルメイクにはぴったりかなと思います。次に涙袋なんですけど、さっきブラウンのアイシャドウでちょっと薄く引いた線をなぞるように眉毛を描く用のペンシルでなぞってから、平筆とか結構細い幅の筆でその線をぼかすようにして涙袋がより強調されるようにしました。まつげなんですけど、先にビューラーで軽く、そこまでナチュラルメイクでもあるんでがっつり上げないで軽くちょっと上向きにするくらいの気持ちでビューラーでまつげを上げます。眉毛なんですけど、普段は髪色に合わせて、今ピンクなんでピンクの眉毛をしてることが多いんですけど、やっぱりピンクの眉毛だとちょっと派手な印象になってしまうので、今回はブラウンの眉ペンシルで眉毛を描きました。眉毛を描いた後にスクリューブラシとか筆でちょっとぼかして全体の形を整えていく描き方が一番綺麗に描けると思うのでおすすめです。眉毛を描く角度なんですけど、最後前髪にヘアセットをした時に眉毛の目尻がちょっと下がっているとちょっと女の子っぽくて可愛く見えると思うので、自分の眉毛よりちょっと平行よりかはちょっと下がり困り眉みたいな感じで目尻をちょっと下げる気持ちで描くとガーリーな服とか着る時にも合うかなと思います。そしてペンシルで描いた後にアイブロウマスカラで眉毛に色をつけていくんですけど、ペンシルで描いたブラウンより明るい金髪に近い眉マスカラを使っていて、その理由としては眉毛って重く見えるよりは軽めに見えた方がナチュラルメイクにはいいかなと思ったので明るめの色をチョイスしました。チークはピンクのクリームチークを使用したんですけど、クリームチークの方が素肌に馴染む感じがするので、指で横長に塗った後に筆とか何もつけてないブラシとかでぼかすようにするとより馴染みやすいかなと思います。マスカラはメイベリンのラッシュニスタを使っていて、このマスカラは結構口コミとかでも高評価だったので使ってるんですけど、上まつげよりは下まつげの方を強調したいタイプなので、細かいところも塗りやすいブラシの形をしていてすごい塗りやすいし長さも出るのですごいいいかなと思っていて、上まつげは本当に自分下がりまつげであまり上がらないんですけど、今日はこう長さをちょっと出して下とバランスを取るために上下軽く塗ってます。リップはシティカラーっていう海外のリップなんですけど、これはどこで買ったか忘れちゃったんですけど、普段のデイリー使いもできるちょうどいい色合いで、ピンクすぎず赤すぎずなんかオレンジピンクみたいな色合いがナチュラルメイクには合うかなと思って今回使用しました。すごいクリーミーなので唇があんまり荒れにくいし伸びもいいし発色もいいのですごいおすすめのリップです。今回髪型はナチュラルメイクということだったので、巻いたり一切せずストレートにして、前髪だけはくるんとアイロンで毛先だけ巻いて横に流す感じにしました。でポイントとしては眉毛の時に説明したんですけど、この眉尻だけが分け目からちょっと下がっている部分が見えるようにすることがちょっと女の子っぽく見えるポイントかなって思うので、前髪のこのカーブは結構念入りに整えるといいかなと思います。今日はナチュラルメイクをしたんですけど、皆さんどうでしたか？今日のメイクのポイントとしては、ブラウンのアイシャドウやブラウンのアイブロウなど普段みんなが使いやすいような色のパレットとか色味を使用したところがナチュラルメイクのポイントです。
今日のコーディネートなんですけど、羽織っているアウターとかキャップとか黒い T シャツでボーイッシュ目が多いんですけど、ボトムだけ紫のチェックスカートを履いて女の子っぽさも足しているので、いい感じに甘すぎず男の子すぎずミックスできてるコーディネートかなと思います。かわいいパティーンさんで私の他のメイク動画もいくつかアップさせていただいているので、よかったらそちらもチェックしてみてください。ではバイバーイ。